金太郎。むかしむかし、あるところに、金太郎という元気な子供がいました。金太郎は山の奥深くの山小屋に、お母さんと2人で住んでいます。金太郎は小さな頃から力が強く、3歳の頃、野犬に襲われた時も、この野犬をやっつけて追い払ってしまいました。7歳の頃には狼の群れに出会いましたが、大きな丸太を抱えてブンブン振り回すと、狼の群れは恐れをなして逃げていきました。金太郎の力が強いので、お母さんがマサカリを与えてくれました。金太郎は川で魚を取って焼いて食べたり、木を切って薪を作ったりして暮らしていましたが、力が余って困ってしまいました。金太郎は力を持て余し、山奥へ行ってみることにしました。マサカリを担ぎ、意気揚々と山奥に入っていきます。すると、ウサギが現れて言いました。こんな山奥まで何をしに来たんですか？金太郎は言いました。力が余って仕方がないので、面白いことがないかと探しているんだよ。うさぎが言いました。では滝に案内しましょう。泳ぐと冷たくて気持ちいいですよ。うさぎについていくと、なんとも大きな滝がありました。金太郎はそこでジャブジャブと泳いだり、滝の上から飛び込んだり、一日中たっぷり遊んで、大満足でした。また別の日にもマサカリを担ぎ、山奥に入っていきました。すると猿が現れて言いました。こんな山奥まで何をしに来たんですか？金太郎は言いました。力が余って仕方がないので、面白いことがないかと探しているんだよ。猿が言いました。では森に案内しましょう。木の実がたくさん取れますよ。猿についていくとその森には、シイの実や、クワの実や、山桃などが、たくさん実っていました。金太郎はそこで、高い木に登ったり、木の実をたくさん食べたり、木のてっぺんから飛び降りたり、一日中たっぷり遊んで、大満足でした。また別の日にも、マサカリを担ぎ、山奥に入っていきました。すると鹿が現れて言いました。こんな山奥まで何をしに来たんですか？金太郎は言いました。力が余って仕方がないので、面白いことがないかと探しているんだよ。鹿が言いました。
では草原に案内しましょう。とても広くて気持ちがいいですよ。鹿についていくとそこは広い広い草原でした。金太郎はそこで何度も何度も鹿とかけ比べをしてくたくたになりましたが大満足でした。また別の日にもまさかりを担ぎ山奥に入っていきました。すると熊が現れて言いました。こんな山奥に何をしに来たんだ。金太郎は言いました。力が余って力が余って仕方がないので、面白いことがないかと探しているんだよ。熊が言いました。では俺と力比べだ。俺が勝ったら食べちゃうぞ。金太郎と熊は相撲を取ることにしました。騒ぎを聞きつけて、うさぎと猿と鹿もやってきました。金太郎と熊はがっしと組み合いました。熊が力を込めてしばらくうんうんとうなっていましたが、そのうち金太郎は熊をほいっと投げ飛ばしました。悔しがった熊が何度も何度も組みついていきます。またまたほいっとぽいっとポンと何度も何度も投げ飛ばされて全く太刀打ちできませんでした。熊が言いました。参りました。とても強いんですね。金太郎は言いました。またみんなで遊ぼう。この日も金太郎はたくさん相撲を取って大満足でした。この日から金太郎が山に入るとうさぎと猿と鹿と熊と他の森の動物たちも集まってみんなで泳いだり木の実を食べたりかけ比べをしたり相撲を取ったりとても楽しい毎日を過ごしていました。その日も皆で相撲を取っていました。するとゴゴゴと音がしました。上を見ると大きな岩が崖の上から落ちてきます。大変です。下にはうさぎや鹿がいて足がすくんで動けないようです。金太郎は走り出しうさぎや鹿のところに行くと手を挙げて落ちてきた岩をがっしと受け止めてぽいっと投げ捨てました。うさぎや鹿がありがとうございましたとお礼を言いました。他の動物たちもほっと安心してみんなで喜びました。これを通りかかった異丈夫なお侍さんが見ていました。
お侍さんが声をかけてきました。なんと強い子だ。どうだ一つ。俺と相撲を取らないか。金太郎は言いました。よし、取ろう。熊の行事で相撲を始めます。金太郎とお侍さんはがっしと組み合いました。お侍さんが顔を赤くしてうなっています。金太郎も顔を赤くしてうなっています。うーん、うーん、うーん、うーん。全く勝負がつきません。太陽が赤く低くなってきました。お侍さんが言いました。今回は引き分けにしようじゃないか。お侍さんは言いました。なんて力の強い子だ。どうだ、俺と一緒に都に行って、侍にならないか。金太郎は言いました。お侍になりたい。金太郎とお侍さんは、金太郎の家に帰りました。話を聞いたお母さんは、とても喜んで言いました。この子の父の坂田の名を継がせてやりたいと思っていました。どうぞよろしくお願いいたします。金太郎はお母さんと山の動物たちに別れを言って、お侍さんと都に向かって旅立ちました。都に着いた金太郎は、たくさん剣術の稽古や学問をしました。そして四天王と言われるほど強く立派なお侍になりました。その後、都に連れてきてくれたお侍さんと共に鬼退治で大活躍したのでした。おしまい。